バンプレスト。版権問題でやはり移植が難しいのか？今回は未だにアーケア化などで移植されてなく、個人的にぜひとも移植してほしい作品6選。移植が難しそうだが、バンプレストの作品で言うとマジンガー Z、マクロスなど版権が難しいと思われた作品も最近リリースされてきたので、期待を込めてバンプレストの紹介。あなたどの作品をアーケア化にリリースしてほしいかはコメントにて。まずは1作目、機動戦士ガンダムサイコサラマンダーの脅威。1991年稼働開始。ガンダムを題材にしたアーケードゲームとして初めてのゲームとなる。デフォルメされた SD ガンダムによるアクションゲーム。レバーと攻撃ボタンとジャンプボタンによるシンプルな操作。グラフィックの再現度も高く、当時ゲームセンターで見た時、なんて面白そうなゲームなんだと思い、速攻プレイした思い出のある作品。しかしステージ1は良いが、ステージ2から一気に難易度が上がり、当時ワンコインでの最高記録はステージ3までだった。そんな難易度のため、当時アーケードでクリアしたものは少なかったはず。いろいろな SD にデフォルメされたモビルスーツも登場し、原作ネタも盛りだくさんなので、ガンダムファンも納得の出来。お金を気にせず思いっきり楽しみたい作品。まずは1作目、機動戦士ガンダムサイコサラマンダーの脅威。ちなみにスーパーファミコンで流れを組んだ作品として SD 機動戦士ガンダム V 作戦始動、 SD 機動戦士ガンダム2がリリースされている。2作目、1993年に稼働開始した機動戦士ガンダムを題材にした初の対戦格闘ゲーム。前作は SD にデフォルメされた作品だったが、今作はリアルガンダムになっている。ゲームシステムはワンレバーと弱攻撃と強攻撃の2つのボタンでの操作と思いっきりシンプル。コマンド入力による必殺技、相手と反対にレバー入力でガードと基本的な格闘ゲームでのシステムになっている。独特なシステムとしては、当時格闘ゲームでは珍しかったお互いの攻撃が接触すると相殺するシステム。派手な金属音とともに間合いが離れていったこのシステムはすっごく斬新だった。この頃はすでにスーパーストリートファイター2や画廊伝説スペシャルなどが稼働開始しており、空前絶後の 2D 格闘ゲームブーム。そんな中リリースされた本作だが、コンボ攻撃、投げなどもなく、さらに同キャラ対戦もできなく、当時の他の格闘ゲームとしても少し前の格闘ゲームかよって思うぐらい完全に時代遅れの出来上がりとなっている。とはいえそんな出来のためかカルト的な人気がある作品、こちらも移植してほしい。そして3作品目もガンダム。先ほどの機動戦士ガンダムの続編、1994年に稼働開始した機動戦士ガンダム EX レビュー。前作ではできなかった同キャラ対戦ができるようになり、攻撃システムも弱強攻撃のみだったが、弱中強の3つの攻撃になり、そして投げボタンが追加された。これによりガード崩しとして投げが使えるようになった。ボタンの感覚的には竜子の剣に近い感じの操作システムになる。登場するモビルスーツは全11機から14機に増え、さらに前作ではノーマルとシャア専用機はほぼ同じ性能だったが、今作では同キャラ対戦ができるようになったので全く別性能になっている。全体的に演出、グラフィックがパワーアップし、格闘ゲームとしての完成度は高くなっている。キャラクターが使う技やモーションなど、どこかで見たことある感じのパクリ感満載の作品となっている。それもネタとして今でも語り継がれる。問題点としてはコマンド入力が甘く、技が暴発しやすかったり、この頃の格闘ゲームにありがちな超反応だったりとするが、何気に対戦ツールとしては楽しくて出来がいい。
個人的に好きな作品。本作も残念ながら判権問題が難しいのか明らかに移植されてない作品の一つ。そして4作目、1995年3月22日稼働開始した美少女戦士セーラームーン。ジャンルはベルトアクション。セーラームーンベルスク作品としては最後の作品になる。本来のターゲット層である少女とは無縁のアーケードでのリリース。プレイキャラは無印のセーラームーンが題材なので5人のセーラー戦士になる。そのゲームシステムはオーソドックスなファイナルファイト系のベルトスクロールアクションのシステムになっており、メガクラッシュの他に画面全体に攻撃ができる超メガクラッシュが使用可能。その超メガクラッシュのシステムはクリスタルを取るごとにパワーアップし、最大5段階までパワーアップすることができる。このシステムはゴールデンアックスの魔法システムに近い。そして超メガクラッシュ使用時のカットインアニメは作り込まれており見応えあり。そんなこのセーラームーンの出来だがアーケードゲームということもあり、本来のターゲットである少女を無視した相変わらずの本格的ベルトアクション。スーパーファミコンメガドライブ版よりもさらに攻めた作りになっており、ステージ1からなかなかの鬼畜っぷり。雑魚がわらわら出てきてうまく立ち回らないと速攻で囲まれてボコボコにされる。ボスの無敵時間も長く、モーションを覚えてパンチはめしないと正直つらい。初めてプレイした時にと思ったのはセーラームーンのベルスク独特のシステム。攻撃ボタン長押しで飛び道具が使えたのが今作では削除されている。そして5作目、1995年稼働開始したスーパースラムフロム TV アニメーションスラムダンク。人気漫画スラムダンクを題材としたバスケットゲーム。ゲームシステムはシンプルでワンレバープラス3つのボタンでの操作。プレイした感覚はデータイーストからネオジオ用ソフトとしてリリースされたダンクドリームに似ている。必殺シュートはダンクドリームのように使用できないが、使用できるチームは湘北、両南、湘陽、海南の4チーム。大まかだがキャラクターごとに能力が違うのでチームにも個性がある。グラフィックやボイスなど再現度が高く原作の雰囲気が楽しめる。シンプルな操作で簡単操作で派手なプレイが楽しめることからゲーム自体も大味なところがあり賛否両論なところもある作品。そんなゲーム性もありリバウンドが重要で背の高い選手が多い藤間率いる湘陽が強い。特に花形のリバウンド力はゲーム1。ダンク以外にもテクニカルシュートで後ろにジャンプしながら打つフェイダーウェイショットが外からも打てるので本作ナンバーワンプレイヤーかも。そんな本作も人気漫画スラムダンクが題材ということもあり判権問題で移植は難しいだろう。稼働しているゲームセンターはほぼなさそうなのでプレイできないタイトルなのでぜひとも移植してほしいタイトル。6作品目、1996年稼働開始したウルトラ警備隊空想特撮ゲーム。ウルトラマンを題材にしたゲームとしてはウルトラマンが出てきて戦うゲームが多いが、科学特捜隊のジェットビーグルをはじめとした対怪獣用戦闘機を操作するシューティングゲームになる。性能が違う戦闘機の数々。ボムを使用すると戦闘機の作品に登場したウルトラマンが現れ画面全体に攻撃してくれる。もちろんウルトラマンごとに使う技は違う。ゲームに登場するのは歴代のウルトラマンに登場した怪獣や宇宙人ばかり。グラフィックの再現度も高いのも嬉しい。 BGM もそれぞれのステージで違い、これも歴代のウルトラマンシリーズの主題歌になっている。ウルトラマンファンならニヤリとする場面も。そんな本作の問題点はやはりアーケードゲームということもあり、後半になるにつれ難易度が鬼畜ゲームになっていく。ステージ7のドリルゾーン、わしにどうせって言うんだレベルのステージ。シューティングゲーム上級者でも苦しめられる難易度になっている。まあとはいえ原作再現度も高く良い作品。そんな難易度もあり
コンティニューを気にせずプレイしたい作品である。ぜひとも今作もアーケード明らかに移植してほしい作品。今回の動画はバンプレストがリリースしたアーケードゲームでした。2025年1月の時点で未だに移植されてない作品ばかり紹介しました。どれも魅力的な作品で移植してほしい作品ばかり。個人的な移植してほしいランキングは6位機動戦士ガンダム、5位ウルトラ警備隊空想特撮ゲーム、4位機動戦士ガンダム EX レビュー、3位美少女戦士セーラームーン、2位機動戦士 SD ガンダムサイコサラマンダーの脅威、そして1位はスーパースラムズフロム TV アニメーションスラムダンクでした。私はこんなランキングになっちゃいましたが、皆さんのランキングはコメントでぜひとも教えてください。今回の作品は版権問題もあり移植が難しい作品ばかり。マジンガー Z、マクロスが移植されたので個人的には期待したい。今回の動画はこれでおしまいです。これからもいろいろな動画作っていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。バイチャップ。